おはようございます。俊也です。今日のジムニーレストアは春になったのでスタッドレスタイヤから夏タイヤに交換していきます。めちゃくちゃかっこいいブロックパターンのでかいタイヤということで、今日はいつも通り松さんのところにお邪魔してます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちのチャンネルの準レギュラーです。イエーイ。今回つけていくのは東洋タイヤのオープンカントリー。これに合わせるために64ジムニーの純正ホイール新車外しのやつを中古で買ってきました。これからタイヤだけ外して、このホイールにこのオープンカントリー組み付けてジムニーに組んでいきたいと思います。めっちゃかっこよさそう。これ新車外しだからね、めっちゃ綺麗なんですよ。ピカピカ。スピードをします。バッシュバッシュ。もう一回走ります。で、こっち側を押しながら上げます。テーブル回します。少し下から煽ってあげると外れます。乗せてあげて組んであげて、ただこのカチャンってなったりするときにホイールが傷つかないように今どうしようかなと思ってたところです。なるほど。そのレバーがホイールに当たると傷になるから、傷つきやすいので、だからなんか持ってきますね。押しながら当てながらずらしてっても大丈夫ですので、なのでまずいって思ったら離してもらえれば大丈夫です。バチーンってなるまで踏んでいいですよ。ここまでいくのか。そうですよね。ここ硬い。おお、取れた。大丈夫ですか？不安は残ってないですか？不安はホイールに傷入れちゃいそうで怖い。そうですよね。前回入れるときはそうですよね。入れるときはこれ使わないんでいいんですけど、外す時レバーが。外すときはそうなんですよ。レバーの感じで傷つきやすい条件はちょっと揃っちゃうので。うわ怖っ。怖えこれ。怖え。傷のないホイールだからな。うわうわ、ギリギリ。でもギリギリ狙わないと落ちないんですよね。そうですね。間違えた。うう。取れた。ああ、取れましたよ。あ、そうか。こっちに行きますよ。はい。はい。こっちじゃないですか。ああ、よかった。怖え、これ怖え。これ怖い。よいしょ。どうでしたっけ。かぶせて。かぶせて。当たってるわけじゃでない。はないですね。これだとちょっと離れすぎかな。シアンさん、さっきの位置ぐらいでいいかもしれないですね。もうちょい戻して、そっち。
はい、そんなもんですかね。当てていくと多分これがもうギュッて入っちゃうかもしれないので、回しながら押していくやつですね。でもうこの段階で、この黄色のところと虫のところ合わせてもらえれバランスが良くなるおまじない。ばおまじないという言われている巷では。でも今、いタイヤのバランスいいからそんなに気にしなくてもいいって話ありますけどね。ですよね。いけんの？大丈夫ですよね。大丈夫だ。なんかみちみちって言っちゃいましたけど。こっちが上がってきちゃう。今上がってます？戻ってきちゃう。ほら。じゃあ一回そういう時は戻してこっちを入れながら見ますよ。そういうことか。こっちを落としきるってなかったのか。そうですね。はい。焦った。なんかみちみちって。そう。あんまりよろしくない音だと思うんですけどね。せーの。よいしょ。重いな。重いっすよ。よいしょ。結構硬いんだな、このゴム。そうですね。硬いですよね。硬いです。よいしょ。俊也さんをヒーヒー言わせるとなかなかなったやどっちだつね。左か。いいですよ。ホイールに傷入れないかと、ゴムがちぎれないか。びっくりするぐらい硬い。でもこれで硬いなんて言ってたら多分扁平タイヤの人大変。よくあれ組みますよね。インプのとか嫌ですよ。よいしょ。よいしょ。よし。はい、オッケー。仕方ない。最後の最後に。5本全部組み替え終わりました。外したタイヤはこちらに山積みになってます。で最後の最後、まさかのリムやっちゃいました。タイヤの反発でアームを押されちゃってガリガリってこれうまいことタイヤ乗せたらここビードをかぶって隠れてくんないですかね。隠れてくれればいいんですけど、隠れなかったら後で家帰って筆差しでごまかします。もう仕方ない。やっちゃったものは仕方ないです。残念ということで、とりあえず5本組み終わったんで、これからエアー入れてエアー漏れしないかどうかチェックして、近所の整備工場を持ってってタイヤのバランス見てもらってやっていきたいと思います。リセッシュ。こっちはよくわかんないやつ。タイヤからエアー漏れてないかこれで見ていきます。このデータ好きなんですか？え？
ちる落ちんのこれ。落ちます落ちます落ちます。あ落ちるたわしでこすったら多分白いのが傷入り傷ますもんね。入っちゃうですね。羽織るぐらいがちょうどいいのかもしれない。これで根気よく落としていくしかないのかな。ですね。俊也さんの必殺早送りで。こいつこうしてこうして16でセットして。まあ10グラムだから OK ということで、はい。表面についてた青い保護剤も水で落とし終わりました。そしてタイヤ組んでここのリム隠れるかなと思ったんですけど隠れないですね。ギリ見えてる。ギリ真正面からなら分かんないですけど横から見るとね傷になってますね。まあ仕方ない。これは家帰って筆差しします。残念。そしてこのスタッドレスタイヤとはしばらくお別れ。この背面タイヤはもう完全にお別れですね。27年前のタイヤなんで結構ねクラックが入ってたりとかすごいんですよ。だからこれは松さんに回収してもらってスペアタイヤは処分します。これからタイヤ変えていきたいと思います。なるほど。ああまだ軽いまだ軽い。あーってなんない。スタッドレスは鉄筋だから重いっすね。重いっす。いや十分こっちも重いんだけど。あまだいけるいけるいける。近すぎん。大丈夫ですか。いや大丈夫ですよ。 OK です。麦気にしなくていいんですか。向きはいいっすよ。大丈夫ですか。なんかあります？いやオープンカントリーの上にこうグッてなるようにした方がいいとか。ああそういうのそういう感じですか。いや全然そう神経質ではないですけど。僕全然気にならないですよ。いや気にならなきゃいいんですよだって。かっこよくなった。めちゃめちゃかっこいいっすよ。うわーめっちゃいい。意外にホワイトレターでよかったっすね。ですね。最初裏組みしようかなと思ってたけど、あらーおしゃれになったじゃないのあなた。ラスト1本背面タイヤ。車ですからね。慎重にいかないと。金額を言っちゃもう何もできなくなっちゃう。どうせつけるならこのスペアタイヤアルミのこっちの表側を車の見える側にしたいんですよ。あーかっこいいわ。あーかっこいいわ。かっこいいんですけどですよね。残念ながらここのボルトが足りないんですよ。表裏逆に組めばねつけれるんですけど、そうするとせっかくのこの綺麗なアルミホイルが傷になっちゃうから、できればこの表向きでつけたい。だけどここのブラケットのネジが短くてつけられないということで、これはうちにお持ち帰りで僕が直します。はいはい、ごめんなさい。ここでつけれる予定だったけど。はい。はい、ああ画面越しに見ると全然違いますねまた。これでちゃんとナットつけたかったですね。ですね。うん。いや仕方ない。ここのボルトが、このボルトの長さが足りなかった。 10センチあるかないあと10センチぐらいですか。伸ばさないとダメなんですね。ただこれ倒れないと車検通らないっていうから、これ出っ張ると K の全長の規格に入りきらなくて、これ可動式じゃないとねジムにダメなんですよ。だからこのままボルトを延長するような感じで後ろのタイヤつけてあげなくてはいけなくて、とりあえずお持ち帰りということで、多分動画はすぐこの後の作業に続きます。
はい、ということで帰ってきました。ここのスペアタイヤのことを忘れて、はい、こんな感じでネジ用意したんで、これでここにスペアタイヤつけていきます。 M12 のピッチ 1.25 の全ネジ、これにこんな感じで高ナットを入れて、でこっち側をタイヤブラケットにつけると。完成イメージとしてはこんな感じですね。こんな感じでボルトを延長します。でこのままだとこのボルトの頭が邪魔になっちゃうから、この頭切り落として、で高ナットに、ダブルナットでかけるような感じでネジ緩まないようにね、やりながらホイールをつけれるようにやっていきたいと思います。そしたら先に固定用のナットをかけて、高ナットを入れて、でネジを入れる。果たしてこれでうまくいくかな。計算通りならこれで乗るはずなんですけど。おお、ちょっと前に出過ぎ。惜しい。ほぼ計算通りだけど、ちょっとナットの調整が必要かな。若干ね、ビタッとこない。まだちょっと隙間が空いちゃってる。多分中の高ナットとかあの辺のナットのかけ方変えればここの隙間調整できるはずなんで、もうちょっと調整していきます。こんな感じに調整しました。上側はこう。一応表側から見るとこんな感じです。ネジが出っ張って意外とちょうど良さそうな感じ。この状態でスコップ取り付けるステー、これを入れてからホイールつけていきます。じゃないとこれつけられなくなっちゃうから、これ先に入れちゃいます。よいしょ。よし。でスコップがこうつきます。完璧。ということで夏タイヤ交換完成です。めっちゃかっこよくなった。ちょうどよくホワイトレターの部分とスコップの角度とピタッと合いましたね。ちなみに当たりゴムピタッと当たってます。ぴったり。ちゃんとぐらつきもなくね、しっかりと固定されました。そしてバンパーとの干渉ギリギリかわしてます。当たってません。ジムニーに積むんだったらこのサイズが限界ですね。ほら、バンパーとタイヤはちゃんと干渉せずに開け閉めができる。大丈夫です。この大きさでもギリギリバンパーに当たらないです。そしてナンバーも隠れないから車検も大丈夫ですね。ということで今年のジムニーはこのブロックパターンのいかつい見た目で夏を過ごそうと思います。走ってみた感じとしては夏用タイヤ、普通のノーマルタイヤと比べるとちょっとうるさい気もするんですけど、ただスタッドレスと比べるとそんなに変わらないかなっていう感じのタイヤノイズって感じでした。あとノーマルタイヤ、ノーマルホイールとノーマルタイヤ、これ一応ストックとして保管はしてあるんですけど、高速とかでもう超長距離走る時とかはこっちで走ろうかなと思います。
さすがにブロックパターンのタイヤは超長距離走るのは疲れそうな感じだったから、走る状況に応じて履き替えして使おうかなと思ってます。まだこっちのタイヤもね、まだ5割ぐらい溝が残っちゃってるから、もったいないですからね。これは高速走ったりとかでめちゃくちゃ距離走るときにはこれを履かせて、普段の買い物とか街乗りするとき、近場走るときはこの見た目でっていう感じで使い分けしていこうかなって思ってます。やっぱりね、このブロックタイヤ、宮城から帰ってくるだけでもね、そこそこ走るの疲れたから、ノーマルに比べると意外とノイズとか走行安定性とか走るのは疲れる感じがします。そしてメインチャンネルジムニーの動画を見てくれてる皆さんにご報告があります。ジムニーの動画サブチャンネルでも結構本数増えてきまして、もう10本以上あるのかな、20本近くになるかもしれない。ちょこちょこね、直したりとか部品変えたりとかやってました。ステアリング変えたりとか、牽引フックつけてみたりとか、雪道走ってボディの下側サビが出てきたかどうかチェックしてみたりとか。いや、サビ出てたんですけど、実はサビ出てたんですけど、もしまだ見てない人がいたら、ぜひサブチャンネルでこのジムにちょこちょこ進化していった部分確認してみてください。危うくワイパー変えるの忘れるとこだった。ワイパーも変えなきゃね、ちゃんとね。よいしょ。よいしょ。OK。ヒーターコアたくさん。軽自動車のサイズのヒーターコアですね。これちょっといろいろなサイズ揃えて、これスーパーセブンのヒーターコアに使えないかなと思って松さんに用意してもらいました。これも準備したし、あとこれこっちじゃない、そっちだ。こっちですね。そっちだ。地面の方がいいですか。うん、わかりやすいですか。これジムニーの JA22 のガソリンのホース、ガソリンパイプ、ケーターハムのフロアトンネルの中に通して使えるんじゃないかなと思って、これもね用意してもらいました。さあこれは持って帰ってうまいことケーターハムに収めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。もう完璧にうちのチャンネルの準レギュラーです。はい、よろしくお願いします、今後とも。